この動画は、エンタメ作品をより楽しんでもらうために作成した原作紹介目的のエンタメ動画です。学術的な正しさ、芸術性を追求する動画ではありません。ゆるーくお楽しみください。ここはペネの公爵、シーシアスの館。シーシアスは、最近征服したアマゾンの女王ヒポリタとの結婚式の祝宴を計画しています。さあ、美しきヒポリタよ。我らの混迷の時が足早に近づいている。あと4日もすれば、幸せな日々が新たな月を連れてくる。だが、この古き月の駆け行く速さのなんと遅いことか。私の切なる願いをじらせる様は、ママ母か未亡人が若者の財産を長々と食いつぶすかのようだ。4つの昼は、瞬く間に夜の闇へと浸り、4つの夜は、瞬く間に夢となって過ぎ去りますわ。その時には、天に新しく引き絞られた銀の弓のような月が、我らの春儀の夜を見守ってくださいます。行け、フィロストレートよ。アテネの若者たちを祝宴と遊興に駆り立て、明るく機敏な陽気の生を呼び覚ますのだ。憂鬱などは壮烈へと追いやってしまえ。あの青白い奴らは、我らの華やかな式にふさわしくないからな。ヒポリタよ、私はかつて剣を持ってお前に求婚し、傷を負わせることで、その愛を勝ち取った。だがこたびは別の旋律をもって迎えよう。華やかな婚礼、勝利の凱旋、月見打たれだ。我らが名高き公爵、テセウス様に幸あらんこと。礼を言おう、イージアスよ。して、今日は何用で参ったのだ？憤りに胸をかきむしられる思いで訴えに参りました。我が娘、ハーミアについてでございます。ディミートリアス、前へ。我が家高き主君よ、この男こそ、私が娘との結婚を許したものでございます。前へでよ、ライサンダー。慈悲深き公爵様、こちらの男は我が子をたぶらかしたものにございます。お前だ、お前なのだ、ライサンダー。お前は娘に愛の詩を送り、我が子と愛の印を交わし合った。お前は月明かりの下、娘の窓辺で歌い、上辺だけの愛の詩を歌い、娘の純真な心を盗み取ったのだ。お前の紙で作った腕輪、指輪、飾り、細工につまらぬおもちゃ、花束に甘い菓子。これは全てが惑いやすい若い娘を強く誘惑したのだ。お前は狡猾に娘の心を盗み、従順だった娘を反抗的に変えてしまった。慈悲深き公爵様、もし娘がこの閣下のお目の前でディミートリアスとの結婚に承諾いたしませぬならば、私はアテネの古き特権を行使したく存じます。娘は私の所有物、処分することもできるのです。すなわち、こちらの紳士に与えるか、あるいは死を与えるか、二つに一つでございます。我が国の法律がまさにそう定めているのです。答えよ、ハーミア。よく考えるがよい、美しき乙女よ。そなたにとって、父とは神のような存在であるべきなのだ。そなたの美しさを形作った存在、そう。いわばそなたは父によって刻印された、蝋でできた型に過ぎぬ存在なのだ。その形をそのまま残すも、押しつぶし壊すも、すべては父の意のままなのだ。ディミートリアスは立派な紳士ではないか。ライサンダーも立派な紳士です。彼自身は確かにそうだ。だがこの件に関しては、父の賛同を得ていない以上、もう一方をよりふさわしいものとみなさねばならぬ。お父様が私の目を持ってみてくださったらいいのですが。いや、むしろそなたの目こそが、父の判断と共にものを見るべきなのだ。公爵閣下、どうか無礼をお許しください。いかなる力が私をこれほど大胆にさせているのか、自分でもわかりません。このような場で自らの思いを申し述べることが、乙女としての慎み深さをどれほど傷つけるかも。閣下、どうかお教えください。もしも私がディミートリアスとの結婚を拒んだとしたら、この身に降りかかる最悪の事態はどのようなものなのでしょう。死刑に処されるか、さもなければ永遠に男たちとの関わりを断つかだ。故に、美しきハーミアよ。自分の欲望に疑問を持つのだ。自分の若さと衝動を自覚しなさい。果たしてそなたに修道女の服を身にまとう覚悟はあるのか。永遠に陰鬱な回廊の中に閉じ込められ、生涯を実りなきシスターとして生きることに、冷たく不毛な月に向かって、か細い賛美歌を唱え続ける覚悟はあるのか。衝動を制御し、純潔の純芸の旅に耐えうる者は、天にあっては三重の祝福を受けるだろう。だが、一人きりの祝福の中で、生き、純潔の鳥の上で枯れゆくバラよりも、蒸留されるバラの方が、この地上においてはより幸福であろう。でしたら、私はそのように年を重ね、そのように生き、そのように死にましょう。私の魂が主と認めぬ男に、望まぬ首輝のもとに、私の純潔の権利を差し出すことはいたしません。
しばしの猶予を与えよう。一度立ち止まり、よく考えるのだ。次の新月。私と愛する者が永遠の契りを交わすその日。その日までに、いずれかの道を覚悟しておくのだ。父の意志に逆らった罰として死を覚悟するか。あるいは、父の望み通りディミートリアスと結婚するか。さもなくば、ディアナの祭壇の前で誓うがよい。永遠の禁欲と、独り身の生涯を。落ち着いてくれ、愛しきハーミア。そして、ライサンダーよ、お前は狂った名目の権利を捨て、正当な我が権利に譲れ。ディミートリアス、君は彼女の父親に愛されているようだ。ならば、私はハーミアの愛をいただこう。君は父親と結婚するがいい。無礼なライサンダーめ。確かに、彼は私の愛を得ている。だからこそ、私のものを彼に与えるのだ。娘は私のもの。彼女に対する私のすべての権利を、ディミートリアスに譲る。我が主よ、私は彼と同じように由緒正しく、同じように財産を有しております。私の愛は、彼の愛よりも深く、この身の境遇は、あらゆる点で彼と同等以上。何よりも、私はこの美しきハーミアに愛されております。それなのに、なぜ私は自らの権利を追い求めてはならないのでしょう。ディミトリアスは、あえて彼の前で断言いたします。彼はネーダーの娘ヘレナに言いより、いたずらに彼女の心を奪ったのです。そして、心優しきかのご婦人は、未だ彼を愛しております。まるで偶像を崇拝するように、敬虔なまでに、この薄汚れた不実な男を慕い続けているのです。実を言えば、そのことについては私も耳にしていた。ディミートリアス、その件についてそなたと話すつもりでいたのだが、いかんせん自分の用事で手一杯でな。すっかり失念していた。ディミートリアス、こちらへ来なさい。イージアスもだ。そなたたちに、内々に言い含めておかねばならんことがある。さて、美しきハーミアよ、そなたは覚悟を決めておくのだ。自身の心を父の意志に合わせられないのであれば、アテネの方にそなたを引き渡すことになる。決して免れることはできぬしか、独り身の誓いだ。さあ来なさい、キポリタよ。気分はどうだ、我が愛しき人。ディミートリアス、イージアス、そなたらもついてくるのだ。我らの混迷の儀に手を貸してもらおう。それから、お前たちの問題についても、膝を突き合わせて話そうではないか。当然の務めにございます。喜んでお供いたします。どうしたのだ、愛しい人よ。なぜ、その方はかくも青ざめている。なぜ、そこにあったバラがかくも急に色あせてしまったのだ。きっと、雨が足りぬためでしょう。雨ならば、私のこの目の嵐から、いくらでも与えることができるというのに。ああ、なんということだ。私が読んだことがある限り、物語や歴史から聞いたことがある限り、真実の愛の道は決して平坦ではなかった。それは血筋の違いゆえか。ああ、なんという苦難。高貴なものが、卑しいものの虜になるなんて。あるいは、誤った接ぎ木のように年齢に隔たりがあったのか。ああ、なんて忌ましい。若者が、年老いた者と結婚させられるだなんて。あるいは、親族たちの思惑に左右されてしまったり。ああ、なんて地獄。他人の目で恋を選ばなければいけないなんて。あるいは、もしも思いに隔たりがなかったとしても、戦争、死、病に包囲されてしまったか。音のように一瞬で、影のように素早く、夢のように短く、暗き夜の雷の瞬きのように、突然に天と地を照らし出す。そして、見ろという間もなく、暗闇のアギトが、それを飲み尽くしてしまうのだ。かくも速やかに、輝かしいものは混沌へと落ちてしまう。もしも、真に愛し合う者たちが、常に引き裂かれてきたというのなら、それは運命による直令。ならば、この試練に忍耐を教えてやりましょう。なぜならこれは、ありふれた苦難。それは、思い、夢、ため息と同じくらい、愛にはつきもの。淡い願いや涙のように、切ない恋心に付き従う従者たちなのだから。素晴らしい節言だ。だからこそ、聞いてくれ、ハーミア。僕には未亡人の叔母がいる。爵位を継いだ貴婦人だ。莫大な資産を持つけれど、子供がいない。彼女の家は、アテネから7リーグ離れていて、僕を、一人息子のように大切にしている。優しいハーミア、そこでなら僕らは結婚できる。厳しいアテネの法律も、そこまで追っては来れないさ。もしも、僕を愛しているのなら、明日の夜、家からそっと抜け出して、そして、街の外、1リーグ離れたあの森、かつて僕がヘレナと一緒にいる君に出会い、5月の朝を祝ったあの場所で、そこで、君を待っている。愛しき私のライサンダー。キューピッドの持つ最も強き弓にかけて、誓いましょう。黄金の矢尻を持つ、最良の矢にかけて、純真なヴィーナスの鳩たちにかけて、魂を結び合わせ、
恋を実らせるその力にかけて、そしてあの不実なトロイア人が帆を上げて去るのを見た時のカルタゴの女王を焼き尽くしたあの炎にかけて、これまで男たちが破ってきたすべての誓いにかけて、それは女たちが口にした誓いよりもはるかに多い、あなたが定めたその場所で明日必ずあなたとお会いします。どうか約束を守っておくれ、愛しい人。おや、ヘレナがやってきたよ。ごきげんよう、美しいヘレナ。どちらへお出かけへ？私を美しいと呼ぶの？その美しいを今すぐ取り消して。ディミトリアスが愛するのはあなたの美しさ。ああ、なんて幸福なり。あなたの瞳は輝く導きの星。あなたの言葉は麦が青々と茂り、さんざしが芽ぶっこるに羊飼いの耳に届く、ひばりの歌声よりも心地いい。病が移るものならば、ああ、その美貌も移ればいいのに。それを私に移してちょうだい。美しいハーミア。私が去る前に。私の耳はあなたの声を。私の目はあなたの目を。私の舌はあなたの甘い調べを手に入れたい。もしも、ディミトリアス以外の世界すべてが私のものであったとしても、残りすべてを差し出して、あなたの姿に変わりたい。ああ、教えて。あなたはどんな顔で、どんな方法で、ディミトリアスの心を揺さぶっているの？私は眉を潜めているのに、それでも彼は私を愛するの。ああ、あなたのそのしかめ面が、私の微笑みに同じ力を教えてくれたな。私が呪いの言葉を浴びせても、彼は愛を返してくる。ああ、私の祈りが、そんな風に愛を動かせたな。憎めば憎むほど、彼は私を追いかけてくる。愛せば愛するほど、彼はますます私を憎むの。彼の愚かさはね、ヘレナ、私の罪ではないわ。あなたの罪はその美しさ、ただそれだけ。ああ、その罪が、私のものであったな。元気を出して、彼が私の顔を見ることは、もう二度とない。ライサンダーと私は、ここから逃げることにしたの。ライサンダーに出会うまで、アテネの街は楽園だった。それなのに、ああ、愛にはなんて不思議な力が宿るのかしら。彼が、天国を地獄へと変えてしまったのだから。ヘレナ、君には僕らの計画を打ち明けよう。明日の夜、ポイベイがその銀の顔を水面の鏡に映し、草の葉先を四つ湯の真珠が飾る頃、恋人たちの逃避行を隠してくれるその時間、アテネの門を通り抜け、密かに抜け出すつもりなんだ。そして、かつてあなたと共に、淡い色をした桜草のベッドに身を横たえ、甘い胸の内を打ち明け合ったあの森で、ライサンダーと私は待ち合わせるの。そしてそこから、アテネに背を向けるのよ。新しい友を求め、まだ見ぬ異境へ。さようなら、優しい友人、私たちのために祈ってね。あなたとディミトリアスのこと、応援しているわ。約束を守ってね、ライサンダー。明日の真夜中までは、恋人たちの糧を断ち、眼差しを植えさせなければならないわ。約束するよ、僕のハーミア。さようなら、ヘレナ。君がディミトリアスを思うのと同じように、彼が君を愛してくれますように。ああ、どうして人の幸せには差があるの？アテネ中で、私は彼女と同じくらい美しいと思われている。けれど、それが何だというの？ディミトリアスはそうは思わない。誰もが分かっていることなのに、彼だけが分かってくれないの。そして、彼がハーミアの瞳に夢中になって、過ちを犯しているように、私も彼に心を奪われている。卑しく、下劣で、価値のないものでさえ、愛が国旗で尊い姿に変えてしまう。愛は目でなく、心で見るもの。だからこそ、翼を持つキューピッドは盲目に描かれる。愛する心に、分別という味覚など持ち得ない。翼はあれど目のなきもの。それは軽率な姿の象徴。だから、愛は子供だと言われるの。何度も騙され、誤った選択をしてしまう。いたずら好きな少年たちが遊びの中で誓いを破るかのように、愛という名の少年も至るところで嘘をつく。ディミトリアスもハーミアの瞳を見るまでは、彼は私だけのものだと誓いを立てた。けれど、誓いの表はハーミアの熱で溶け、雨となって消えてしまった。私は彼に、ハーミアが逃げることを伝えましょう。そうすれば、彼は明日の夜、彼女を追って森へ行く。この知らせで、彼の感謝を得られても、それはあまりに高い代償ね。
それでも私は、あえて苦しみを深めるの。彼が森へ行き、帰るまで、その姿をこの目で見るためだけに。